トロトロプリップリの牛すじ煮込みを作りました。こんにちは、料理研究家のひかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はトロトロプリップリの牛すじ煮込みを作りたいと思います。はい、ということでしっかりじっくりコトコト煮込んで柔らかくてプリップリな牛すじ煮込みを作っていきます。牛すじ煮込みも塩ベースとかあと味噌ベースとかいろいろあるんですけれども、今回はねこってりとした味付けにしていきます。作り方にもいろいろポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。牛すじ、長ネギの青い部分と白い部分、生姜、こんにゃく、大根、卵、お砂糖、醤油、みりん、調理酒、味噌です。そして牛すじを煮込むときは牛すじの煮汁とあとお水も使います。今回具材はですね、牛すじの他にこんにゃくと大根と卵を入れます。こちらはですね、お好みのものを入れていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。生姜は皮ごと薄切りしましょう。はい、生姜はこれで OK です。まず大きめのお鍋にお水をたっぷり入れます。はい、このぐらいね、たっぷり、今2リットルぐらい入りました。そうしましたら一旦この水を沸かしましょう。でまず最初にこの牛すじの下処理をします。下処理というのはまずこの牛すじのアクを取る作業です。最初の下処理のアク取りをするときは水から一緒に茹でてアクを抜くのではなくて、お湯を沸騰させて沸騰したお湯でアク抜きをします。冷たい水に入れて一緒に沸騰させてしまうと、この牛すじの中身の肉汁なども一緒に流れ出てしまいます。沸騰したお湯に牛すじを入れてそのまま再沸騰させると牛すじの表面がギュッと縮まるので、肉汁が中に閉じ込められたままアク抜きをすることができます。なので一度お湯を沸騰させてその中に牛すじを入れていきます。沸騰しました。中火にして牛すじを入れていきます。はい、それではこのまま15分茹でます。でこのようにアクがねどんどん出てきます。そしたらこうやってねお玉ですくいましょう。15分茹でたら一度お水で洗い流すので、そこまで几帳面にね取らなくても OK です。吹きこぼれそうな時はこうやってねアクを取るといいかなと思います。それではこのまま15分茹でていきます。はい、15分経ちました。そうしましたら火を止めます。それでは一度ざるにあけましょう。はい、でこのお肉の部分にもアクがついてたりするので一度洗い流しましょう。でついでにですね、こちらのお鍋にもアクがたくさんついてるのでこちらもね一度洗います。はい、このようにお鍋も一度リセットしてください。それではですね、これから牛すじを食べやすい大きさに切っていきます。煮込んでいくと少し縮むので気持ち大きめに切ります。この牛すじなんですけれども、すごい硬い部分と柔らかい部分があります。なので一旦そこをね切り離します。硬い部分だけをね取りましょう。ここの結構太い筋の部分が硬い部分になります。でこれも食べやすい大きさに切ります。こっちが柔らかい部分ですね。まだ一つのブロックしか切ってないんですけれども、こっち側が柔らかいお肉です。これはちょっと触ってみるとわかるかなと思います。でこっちのね結構筋張った部分が硬いお肉になります。なのでこちらを先に下茹でします。でその後にこの柔らかいお肉を茹でます。そうするとどちらも柔らかくて美味しい仕上がりになります。先にこちら硬い方をお鍋にねもう入れちゃいましょう。でこの柔らかい方はねざるに入れておきます。ではねどんどん切っていきます。ここら辺はねもう柔らかいですね。ほんとね触ると分かるのでこう切ってみて硬いなと思ったらそちらは先に茹でましょう。はい、こんな感じで分かれました。お鍋に入っている方が硬い部分、そしてこちらが柔らかい部分です。でもしそんなに硬い部分が気にならない時はもう一緒に茹でてしまって OK です。硬い部分は30分多めに下茹でします。それでは先に硬い方の牛すじを下茹でします。ここにお水です。はい、下茹でした後の煮汁はこの後ね煮込む時に使っていくので、下茹でする時はお水から茹でて OK です。
でここに青ネギの長い部分、そして生姜、水はですねお鍋の大きさにもよるんですけれども、今回今1リットルのお水を入れてます。この後長い時間煮込んでいくので、足りなくなったらお肉の表面が出ないようにその都度水を加えるようにしてください。それでは火にかけて沸騰させます。で沸騰してから30分煮込んでいきます。なのでそれまではねちょっと強めの中火で沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらね弱火にしてください。そしてこのまま30分煮込んでいきます。今回トータルで下茹では1時間半煮込んでいきます。そうするとすごく柔らかくて美味しい牛すじが出来上がるので、ちょっと時間はかかりますが煮込んでみてください。結構ねお湯が蒸発したのでここで水を加えます。はい、今 500ml 加えました。このまままた弱火で煮込んでいきます。今30分経ちました。30分経ったところでこちらの柔らかいお肉を一緒に茹でていきます。この時少しお肉の表面が出てしまうので、またお肉がしっかり浸かるまでお水を足してください。そしてこの後1時間煮込んでいきます。なので途中でまたお湯が減るので、そしたらまた同じように水を加えて弱火で煮込み続けてください。それでは少し長いですがここから1時間煮込んでいきます。それでは大根を切ります。大根は厚めに皮を剥いて食べやすい大きさに乱切りしていきます。硬い繊維の部分も一緒に剥いていきます。そうすると煮上がった時に均等に柔らかい大根に仕上がります。いつもよりもちょっとね厚めに皮は剥きましょう。このぐらい結構厚めに剥きます。そしたらまずこちらを半分に切りましょう。でこれをまた半分に切ります。あとはね乱切りしていきます。包丁を斜めに入れて手前に返してまた斜めに入れます。はい、大根はこれで OK です。飾りに使うネギも切りましょう。ネギを切るときは1枚こう皮を剥ぎましょう。表面の皮はね乾燥してたりして硬かったりするので1枚剥いでこれを薄切りしておきます。こちらはトッピングのネギになります。それではこんにゃくの下処理をします。今回こんにゃくは包丁で切らずにスプーンを使ってちぎっていきます。スプーンでちぎった方が味が染み込みやすくなります。一口サイズぐらいの大きさにちぎっていきましょう。こんにゃくはこのようにスプーンでちぎります。下茹でしていきます。お湯を沸騰させます。はい、お湯が沸騰しました。そしたら少し火を弱めましょう。こんにゃくを入れます。このままこんにゃくを3分茹でます。はい、3分経ちました。そしたら火を止めてこのままこんにゃくを湯切りするだけで OK です。はい、こんにゃくの下ごしらえはこれで OK です。ゆで卵を作ります。卵が浸かるぐらいのお水を沸騰させてください。はい、お湯が沸騰しました。そしたら小さじ1/2ぐらい塩を加えてください。で火を少し弱めてちょっとクツクツクツっとこのぐらいのちょっと弱めの沸騰にします。そこに卵をそっと加えましょう。はい、卵を入れると少しねお湯の温度が下がるので火を少し強めます。このくらいのクツクツ加減で6分半茹でていきます。6分半経ちました。そしたら火を止めて卵を取り出します。卵を取り出したらすぐ冷水につけて10分ほどこのまま浸しておきます。はい、ようやく1時間経ちました。そしたら一旦火を止めてください。そうしましたら一度お肉だけ取り出しましょう。このようにお肉は一度ボウルに取り出します。そして今度は煮汁をこします。でボウルと万能こし器を用意していただいてここにキッチンペーパーをね1枚置きましょう。そしてここに煮汁を流し込みます。このようにキッチンペーパーを敷いてこすことでこう余分な油をしっかりと取ることができます。それではこちらの煮汁を使っていきます。この後煮込んでいくんですけれども、煮込む時にトータルで水分1リットル使っていきます。なので一旦これを、
煮汁を測っていただいて、で1リットル足りなかったらプラスで水を加えて1リットルにしてください。それではいよいよ味付けして煮込んでいきます。でまず最初に先ほどのお鍋、ちょっと油がついていたので一旦リセットしました。でここに大根ですね。大根とあとアク抜きをしたこんにゃくを入れます。牛すじの旨味がよく染み込むように下に大根とこんにゃくを敷いて、でその上に牛すじを入れます。はい、でここに先ほどのね煮汁とお水を加えます。こちら1リットルですね。はい、そしてここに調理酒ですね。でまずこれだけで加熱していきます。沸騰するまで中火で加熱します。はい、沸騰しました。で沸騰したら少しねアクが出ていたら取り除きましょう。まあそんなにもう出てないかなっていう感じではあるんですけど、アクがあった時は取り除きましょう。で今大根が半分ぐらい煮えてるぐらいですね。火加減少し弱めます。そうしましたら最初に甘みを入れていきます。ここでですね醤油を一緒に入れてしまうとこの具材に甘みが入っていかないので、最初に甘みになるものを入れて少し煮込んでから醤油と味噌を加えます。はい、それでは最初に砂糖とあと甘さの元となるみりんですね。でこれを一回軽く混ぜます。はい、ここからは落とし蓋をして煮込んでいきます。で今回ね熱伝導のいいアルミホイルを落とし蓋にします。これで OK です。このまま10分煮込んで先に甘さを浸透させます。はい、10分経ちました。この落とし蓋を取ります。大根にほとんど火が入った状態です。ここにお醤油で、ここでポイントなのが醤油は3分の1残しておきましょう。煮込んでるとどうしてもね風味が逃げてしまうので、こちらの残りの醤油は仕上げでまた使います。そして味噌も同様です。味噌も半分だけ加えます。そうしましたら一旦強火で加熱します。はい、沸騰しました。沸騰したら一旦火を止めます。そして一度冷ましましょう。そうすることで具材にギュッと味が染み込んで美味しく仕上がります。そのタイミングでゆで卵も一緒に入れましょう。この状態で冷まして、その後もう一度煮込んでいきます。はい、冷めました。そうしましたらまた加熱していきます。今卵を入れてるんですけれども、卵を半熟の状態で食べたい方はここで一旦取り出してください。片茹でで食べたい方はこのまま一緒に煮込んでいただいて OK です。それではまたここに落とし蓋をします。はい、火にかけます。そうしましたらここからはちょっと強めの中火で煮込んでいきます。はい、今10分経ちました。ちょっとね様子を見ます。よっと、結構もう汁がなくなってますね。今ねこのぐらいです。もう汁気がね3分の1ぐらいになってます。で私はねこのぐらいにしようかなと思いますので、最後仕上げに残しておいた醤油と味噌を加えます。で汁気が少ないので味噌に醤油を入れて、そして一度この中で溶きましょう。はい、こんな感じです。でこれを加えます。これで一回さっと混ぜましょう。一度これを沸騰させます。で沸騰したら軽く混ぜて絡めましょう。はい、これで筋煮込みの完成です。でこちらゆで卵もう一回入れます。これで絡めます。このまますぐ召し上がっていただけるんですけれども、半熟の状態で卵に味を染み込ませたい場合は、このまま一旦粗熱を取ってさらに冷蔵庫で冷やしてください。そうすると卵にもしっかりと味が染み込みます。卵に全然味が染みてないわけではないので、このまま召し上がっていただいても OK です。このまま一旦粗熱を取るときは表面が乾かないようにこうやってキッチンペーパーをね上にかぶせておきましょう。そうすると味もしっかりと染み込みます。はい、このようにね、キッチンペーパーにも汁を染み込ませて、このまま粗熱を取って、粗熱が取れたらラップをして冷蔵庫で半日冷やしたいと思います。はい、半日漬け込み終わりました。はい、それではこのキッチンペーパーを剥がします。はい、こんな感じですごくいい感じに味が染みてます。半日置くと結構ね味が濃くなります。なのでここで一回味見していただいて、
かなり味が染みてますね。で、少ししょっぱい時はお水を加えて味の濃さを調整して加熱してください。で、またね、加熱する時もね、卵は取り出しちゃいましょう。で、これはお好みなんですけれども、50ml お水を加えます。で、これで火にかけます。そして温め直しましょう。沸騰したら卵を加えます。そして最後1分加熱しましょう。はい、これでじっくりコトコト煮込んだ牛すじ煮込みの完成です。それでは卵を半分に切りたいと思います。糸で切ると断面が綺麗になります。それでは縦に割ります。糸を下にギュッと押し付けます。いきます。3、2、1。おー、こんな感じで半熟に仕上がりました。はい、これで牛すじ煮込みの完成です。こんな感じに仕上がってます。はい、ということで完成しました。こんな感じに仕上がってます。しっかりと味が染み込んでますね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。柔らかくてプルプルですっごく美味しいです。こんにゃくいただきます。もう中までしっかり味染みてますね。はい、それでは大根いただきます。もうね、大根はこれでもかというぐらい味が染みてます。タブメインの卵いただきます。この牛肉の旨味をしっかり卵が吸い込んでますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。で、今回の牛すじのポイントなんですけれども、まず下茹でする前に15分ほどアク取りをしました。で、そのアク取りをする時のポイントなんですけれども、水から一緒に茹でてしまうとお肉の旨味まで水に流れ出てしまいます。なので一番初めだけ沸騰したお湯で茹でるようにしてください。そうすると表面が一気に固まって肉の旨味を逃さずにアクだけ取ることができます。この牛すじっていうのはすごく硬い部分と柔らかい部分、この2つに分かれてます。そんなに気にならなければ一緒に茹でていただいても大丈夫なんですけれども、硬い部分をしっかり柔らかくしたい場合は硬い部分だけ30分ほど多く茹でてみてください。そうするとお肉全体均一に柔らかく仕上がるかなと思います。そして味付けのポイントです。味付けのポイントは最初に甘みを入れました。っていうのもですね、一緒のタイミングでお醤油を入れてしまうとお醤油の分子の方が大きいので、お砂糖の甘みがあんまりお肉に染み込みません。なので最初に甘みの元となる調味料を加えて、その後にお醤油を入れました。お醤油と味噌もずっと煮込んでしまうと風味が飛んでしまうので2回に分けて加えました。そうすることで醤油とお味噌の風味もしっかりと残すことができます。あとはお好みの煮込み具合で仕上げていただけたらなと思います。で、今回ですね、私は卵は半熟に仕上げたかったので、一度出来上がってから冷ます時に一緒に卵を入れて、そのまま半日冷蔵庫で休ませました。そうすると卵にまでしっかりと味が染み込みます。なんですけど、やっぱり冷やすとどうしてもね、味がどんどん染み込んでいくので少ししょっぱくなってる時があります。温め直す時に一度味見をしてみて、それで少ししょっぱかったらお水で薄めて調整してください。少し時間はかかるんですけれども、とても美味しく仕上がるのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はトロトロプリプリな牛すじ煮込みを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。